じゃあ今日もランクルゼミナールを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。これは本当に一言では語れないですね。やはり先ほど、ランクルといってもシリーズが今3つある中で各々のお客さんを持っている中で、4070系っていう、我々いうランクル根幹でいうと、まずは自分の人生とかビジネスとかに使われているのがあって、ある意味は仕事車ですよね、大きく言うと。それとやはり社会貢献、今顕著であるのは赤十字とか国連に対して使っていただいて、直近でいうとコロナみたいなそういうワクチン走者としてもラストワンマイルっていうか、アフリカの普通の車では入っていけないところを冷蔵しながら持っていくという使い方もこの車ならではのところだと思います。一方でじゃあワゴン系、特に今回出てる300ないし前の200はやはりキングオブ 4WD と言いながらやっぱり頂点を決めた車で、もちろん特に有名なのはやっぱり中東とかで行くと多くのランクルを家族の中で乗りながら、ある映像等を含めるとかなり高貴な方も乗られているようなステータスのある車にもなってるなと。それが本来の狙いではないですけど、そういったところにもお使いいただけると。一方でやはりランクルのプラドというのはもともと我々が枝分かれさせた理由は、やはりより多くの地域とお客様に使っていただける、ランクルの中でも少し手軽に乗れる車ということで、このシリーズの中で一番たくさん販売させていただいてるんですけど、日本でも一番よく見る車だと思いますし、海外でも本当にたくさんの方が乗れる車としてですね、活躍しているんじゃないかなというふうに思います。はい。びっくりするっていうか、新しい車でびっくりすることはあんまりはないんですけど、40シリーズなんか見るともうすでに50年以上経ってるんですよね。ある地域行くと本当にまだ走ってんだなという、もちろん綺麗に乗られてるスタイルもあるんだけど、ここまで使うかなっていうぐらい酷使されてながらも、まだそういった厳しい環境の中を使っていただいているっていうのは、やっぱり先代が築き上げられたランクルっていうのがやっぱり素晴らしいんだなというふうにもう常々思いますね。はい、何をもって厳しいっていうのかが難しくて、もちろんたくさん乗ってっていう厳しさはあるんですけど、それは乗って走れるっていうことなんでしょうけど、我々も開発の中ではいろいろ厳しい路面を世界中から選んで、もちろんテストコースの中でも作り込んでやるんですけど、簡単に言うと皆さん想像つくか分かりませんけど、道なき道って分かります？これ道じゃない、いやどこが入り口っていうところで、それが例えば平原であったり沼であったり山であったり、いろいろ場所があります。ここ行くんかいという道をこの車は進んでいくっていうか、ある意味探検車ですよねという使い方の地域はもちろん、いろいろ言った中でもたくさんありますね。一つ一つ言っていくと厳しいのかもしれませんけど、ただそういった使い方の中でこの車は人の生活仕事を支える車なので、特に仕事の場でいうとよく分かりますかね。テレコムさんって通信関係の会社で電波を出すために鉄塔を建てるんですね。鉄塔を建てるところってもちろん何もなく、初めは本当に道なき道を、そこへ行くためにまずは切り開くためにランクルでそれを切り開きながら徐々にそこに立てて、鉄塔って1本だけでは足らないので、それをずっと永遠にですね、その活動を多分、これ今どこの話してるかっていうとオーストラリアの話をしてるんですけど、縦3000キロぐらいそれを続けてるんですね。でそうなると我々が評価している路面ぐらいのところはいっぱいあるんですけど、日々がそういう道を走られているという、これはね、僕もそうどうなのかなと思ったけど、毎日
これかいなと思うとやはりこう身が引き締まりますね。この人たちの命を守らないかんのかなというところもあります。やはりそういったところ行くとなぜこんな話しているかというとランクルのフレームってそう簡単には切れないんですね。今まで僕が、会社入ってランクルのフレームが切れたっていう実績は2回しかないです。今言ったそういった環境下、もう一つはこれも近い国ですけどオーストラリアの上のパパニューギニア、これは一番最強と言ってる70が切れた地域なんですけど、これもやっぱり何かというと道なき道っていうか町から実はこれはガス田を作るための、道を作る作業のために動いてたんですけど、とんでもないですね。はっきり言ってパパニューギニアって本当は亜熱帯の厳しい山岳地域で人が乗ってれないぐらいのところをよじ登っていくようなところを毎日やっていて、それを想定外って言って我々が言うのもおこがましいですけど、そこまでは走らないんだなと思っている以上な使い方をされている、それはある意味ではそこまで使えるとお客さんが判断されている。フレーム自体切れて見に行った時にも彼らはやはりこの車しかここまで来れないんだということを最後に言っているので、想定外じゃないですね。やっぱり我々は想定しないかんですね。そこはそこは日々勉強ですね。やっぱりね、そういったところをランクといえどもですね、実は苦い思い出いっぱいあります。やっぱり使い方は我々が全て把握できているわけじゃないので、日々ご迷惑かけたお客さんに対してまずは早く直す。でこれを言えば一つのスタンダードとして後世につないでいくということが我々の日々の仕事ですね。フレームってこういうはしご分かりますよね。一本にでこう横こうありますね。はしごのこういう部分的に切れるのはどんな車でもある程度あるんですけど、真ん中にとって縦に1本2本通っている、これが簡単に言うとポキンと折れちゃう、これはもう車が走れなくなるっていうことになるので、それを我々は切れるという、この些細ないっぱい亀裂は入りますよ。それは別に直せる部分なので、それは切り傷のようなものなので、それは重要視はしてませんけど、走れない状態は本当はもっとあるんでしょうけど、まずは我々ってフレーム車の一番命であるそれサイドレーっていうんですけど、これは絶対切らない、一生切らないっていうことを考えて思想を持って開発しているので、それが切れるっていうのはもともとの開発思想からやっぱり外れてるんですよね。引きずっても帰ってこれるのかどうかは別にして、それが帰ってこれたか帰ってきたのがわからないですけど、それよりもやっぱり僕らがやっぱりそこは絶対切らないって決めてやってきてるので、そこだけは絶対終始しないかなと思うし、ランクルで先ほど言ったように何とかして帰ってくるっていうのはやはりデバイスも含めて必ず二輪であろうと三輪であろうと戻れる実力をつけているっていうのがこの車の、持ち味ですかね、やはり。はい、本日のゼミナールもこれで終了です。今後ともよろしくお願いします。